ホストのうさぴょむです。ゴリラです。中山間ラジオはタイムラインのいいね履歴を親友2人が一緒に振り返るウィークリーポッドキャストです。振り返るのは2024年11月の25日から12月1日までの1週間。アートの比率がとにかく高かった週ですね。そうなんですよ。アートが47件で全体の半分くらいありましたからね。この回のタイムラインは本当に絵と映像と生成アートだらけで、見てるだけで楽しかったです。ちょうどこの時期、11月のアートイベントが各地で集中して開催されていたみたいなんですよね。吉田ユニの新作展とか、チム・ポンムが芸術監督を務めたイベントとか、国内でかなり動きがあった月だったみたいです。そういう空気感がタイムラインにも出てたのかもしれないですね。この回の構成はですね、まずアートと創作、それからプログラミングと開発、カルチャーとエンタメ、ライフと雑記、ゲームと科学、まとめて最後にその他という流れで振り返っていきます。では最初のチャプター、アートと創作です。この週は本当にバリエーション豊かで、まずオープンフレームワークスで作られたジェネラティブアート作品トラフィッキから話したいんですけど、1300個のエージェントが 3D グリッドの上を動き回って渋滞みたいな流れを視覚化した作品なんですよね。エージェントごとに次の移動先をランダムに選びながら、すでに占有されてる座標を避けるロジックを持たせてるんですよね。衝突回避しながら動いてるから、本当に交通流みたいに見える。色も HSB の虹色で彩られてて、立体的に回転する空間の中でかなり映える作品で、コードが公開されてるのもいいですよね。見てどう動いてるのかがわかるのが面白くて、同じ作者さん、毎日コーディングアート出してるんですよ。ホログラフィックな 3DCG の作品も何本か流れてきてましたよね。達也ボットさんのキューブと正二十面体のアニメーション。あれは綺麗でしたね。ガラスの内側から光が乱反射してるみたいな質感で、こういうのを気軽にタイムラインで見られるのがいいなって思います。沢良月さんのプログラミングアートイラストも流れてきてたんですよね。言語のキャラクター化みたいな系統の絵で、ああ、コードと絵が交差する感じなやつ。ああいう絵って界隈特有の楽しさがありますよね。知ってる人は笑えるし、知らない人もデザインとして単純に面白い。それと展示に向けての制作過程を見せてくれてる投稿があって、ディスプレイの平面感を消したくて、実物の影と波を調整して水面に浮いてる感じを出したって。映像作品でリアルの立体感を出そうとする試みが面白くて。インスタレーションって画面の平面性をいかに崩すかっていうのが一つの勝負どころになるんですよね。影や波を嘘の影として計算して入れるっていう発想、なるほどなぁと思って見てました。最後にもう一本、台湾のメーカーフェーラー会場で見つけたハーフミラーのインタラクティブテーブルも良かったんですよ。モーターで光源を動かしてテーブル上に動く光の模様を作るやつで、ハーフミラーって反射と透過が同時に起きるから、動く光源と組み合わせると想像以上に複雑な見え方になるんですよね。あの映像、ずっと見ていられる感じがありましたよ。他にも 3D アニメーションとかジェネラティブアートとかイラストが山ほどあって、全部は話せないんですけど、ブレンダーの冬の散歩するフレブルとか、夜は短し歩けよ乙女のコラボイラストとか、ほのぼのイラストがいくつか流れてきてたのが印象に残ってます。
次はプログラミングと開発。15件あったんですが、この週の開発系は結構バラバラで多様でしたね。まず、Docker を使わない Next.js のサーバーレス構成の話から。コンテナすら使わないアーキテクチャが出てきてるみたいな話でしたよね。フロントエンドの技術刷新の速度、ほんとすごいですよね。AWS ランブダにあんまり回収せずデプロイできるアダプター層があって、クラウドフロントで静的ファイルを最適に配置する構成なんですよね。固定費を下げたい小規模サービスにはかなり合う選択肢だと思います。ソフトウェアエンジニアというキャリアそのものを問い直す記事もありましたね。今の時代だからこそ、あえて離れてみる選択という話で。選び直せることが長期的な幸福につながるっていう考え方、なんかいいなと思いました。一度エンジニアになったからって、ずっとそのままじゃないといけないみたいな縛りがなくていいんだっていう。Google フォントがアクセス解析に使われてるっていう話も流れてきてましたよ。フォントを CDN 経由で読み込むと、訪問者の IP アドレスが Google に送信されて、ドイツでは GDPR 違反の判決が出たっていう。フォント読み込むだけで？普通に使ってる人からするとちょっとびっくりしますよね。そうなんですよ。対策としては、フォントをサーバーにローカルホストするのが確実で、あとはシステムフォントに切り替えるとか。なんで Google がフォントを無料提供してるのかって考えると、まあそういうことですよね。という話でもあって。VS コードの GUI で Git を操作してたら、3ヶ月分の作業が消えた。っていう一周の話も流れてきてましたね。2017年の古い一周なんですけど。確認ダイアログなしで、そんな大量削除ができてしまう UI になってたんですね。これは怖いですね。破壊的な操作の前には必ず確認を挟むっていうのは UX の基本中の基本なんですけど、それが欠けてたケースで GUI で Git 使っちゃダメって言い切れる問題じゃないとは思うんですが、怖い話として残ってますよね。3JS の TSL とコンピュートシェーダーで花びらの動きを作ったデモもありましたよね。プログラミングとアートの境目みたいな作品で、 WebGPU を使うとブラウザ上でもかなり重い処理ができるようになってきてるんですよね。 GPU の並列演算を Web 上でも直接使える時代になってきてるっていうのが伝わる作品でした。カルチャーとエンタメです。映画の話から始めると、ジチョーク監督の風流一代の感想を書いてる人がいて、中国の田舎のノスタルジーと誇りっぽい街と純朴な人民の顔が映し出される作品で、ジーチョンクは中国の社会変化を撮り続けてる監督ですよね。今の中国の田舎にはもうほとんど残っていない雰囲気をフィルムに刻んでいるっていう感じの文脈で語られてて、上海のローコ茶、お湯を売る商売の最後の一件の写真も流れてきてましたよね。2007年の写真で、近所の人が集まってお茶飲みながら麻雀したりするサロンみたいな場所だったって。お湯を売るという商売自体が今の感覚だとピンとこないんですけど、ガス・電気が普及する前は家庭でお湯を沸かすのが大変だったんですよね。それが単なる商売を超えてコミュニティの拠点になっていたっていうのが面白いと思いました。動物系も流れてきてましたよ。ウォンバットの親子が人間に気づいたけど、まあいっかってなった動画。あれは良かったですね。間というか、見てこっちに来ないデプイってするあの動き。ポケモン系も流れてきてて、カイロスが技を披露するジフとか、ユクシー・エムリット・アグノムが
同じ卵から生まれたっていうポケモン設定の解説とか、湖の三賢者が一つの卵由来っていうのはなんか壮大な設定ですよね。タイムラインに設定考察が流れてくるとふと立ち止まって読んじゃいますよね。ライフと雑記のチャプター。この週はなんかほっこり系が多くて好きでした。まず、2024年が 90% 完了したっていうボット投稿。11月下旬で 90% って言われてみればそうなんですよね。年末って気づいたらすごい速さで来るんですよね。東京タワーだと思ってたあの頃って写真投稿もあって、子供の頃の思い出を懐かしんでる感じで、なんか共感しました。東京タワーとよく似た形の建造物を別の場所で見てたってことなのかな。なんか子供の頃の視野の狭さとか愛らしさが滲んでる感じがして、うまく会話できなかったことを引きずっちゃう日ってイラスト投稿も良かったですね。こういうしょうもない後悔を丁寧に絵にしてくれる人がいるっていうのがなんか救われる気がして、言語化しにくいあの感覚を絵にするのって言葉より先に届くことがありますよね。そういうイラストが流れてくるとつい止まって見てしまいます。食べ物系のアニメーションギフも流れてきてて、土鍋みたいなのの中でグツグツしてる映像が妙に美味しそうで、11月の終わりって鍋の季節ですよね。たい焼きになりたい季節っていうタイトルのイラストもありましたよね。言いたいことわかる気がしましたよ。あったかいものに包まれたい感じ。ゲームと科学、学びをまとめたチャプターです。ゲームからだとティアキンの地下マップ解放処理の特許の話が面白くて、あれはなるほどの塊でしたよね。解放地点から距離に応じた値を周囲に分布させて、複数地点の値を合算することでメタボールみたいな柔らかい形でマップが広がっていく仕組みになってる。ようできとるって原文コメントにあって、その簡単に同意しかなかったです。未開放地点にマクニを分布させることで、隣の開放地点から当てが流れてきても突き抜けないように制御してる。細部まで考え込まれてるのがよくわかる特許で、森の中をゆっくり歩くゲームの映像も流れてきてましたよね。コージーゲームって言われるジャンルのやつで、ただ霧の中を歩くだけなのに妙に引き込まれる感じで、コージーゲームのビジュアルって独特のローポリ感とか色使いがあって、見てるだけで落ち着くんですよね。ゲームとして遊ぶより動画として眺めるみたいな楽しみ方をしてる人もいそうで、 iOS のピクセルアートアプリがセール中っていう告知もありましたね。ピクスクエアっていうアプリ 50% オフで、ピクセルアートのアプリって細かいドット打ちに向いた専用 UI があるかどうかで使い心地がかなり違いますよね。 iOS 専用で評判いいやつが半額になってたのはタイムラインで反応多かった気がします。科学学びからだと、台湾師範大学での日本人向け台湾語1日講座のレポートが印象的でした。9時から17時まで20代留学生から在住30年のベテランまで一緒に学んだって。画作って年代の違う人と同じ教室で学べるのが面白いですよね。経験値が全然違う人たちが同じテーブルにいると教え合う方向も複雑になって、それ自体が豊かな体験になる。外国語を学ぶことで感情が豊かになるっていう話もあって、中国語の歌詞が当時の気持ちにぴったりはまったという体験談で、日本語とは違う表現で感情が救われる感じ、わかる気がするんですよね。言語によって切り取れる感情の流度や角度が違うから、ある言語でしか表現できないことってありますよね。
それが語学を続けるモチベーションになってる人結構いると思います。最後のチャプター、その他のまとめです。ニュース社会系からは、週刊文春記者が闇バイトに潜入取材した記事への反応が流れてきてましたね。怖いねってコメントだけのシンプルな投稿だったんですが、元記事の話題性がそれを物語ってる感じで、取材のためにあの世界に潜り込むってどれだけ大変なことなのか想像するとすごいですよね。怖いねって十分だと思います。 AI 系からは NVIDIA の Edify 3D というテキストから 3D モデルを生成するサービスの紹介が流れてきてましたね。テキストから 3D が出てくるのって言葉で言うと簡単なんですけど、 3D って面と面の整合性とかウェイトとか 2D の生成とはまた違う難しさがあるんですよね。それがどこまでできてるのかが気になりました。まだ実用には課題が多い段階みたいですが、プロトタイプやゲームアセットの下書きとして使う方向では可能性が見えてきてますよね。デザイン系ではお店のプレートみたいに裏表でデジタル上の状態を表示できたらっていうアイデア投稿がありましたよ。取り込み中ですとどうぞを物理的な感覚でスイッチできる発想で、リモートワークで今話しかけていいっていう状態を表す UI はいろいろ試みがあるんですけど、物理的な手応えのある操作に落とし込もうとしてる発想が面白かったです。ニュース、社会系で。もう一つ、アート界隈に必要なのはキラキラ活躍話じゃなくて、生活保護を抜けたような底支え系の話だっていう意見もあって、読んだ後少し考えさせられました。リンク先に生活保護を受けながら創作活動を続けて10年かかって抜け出した人の体験記があって、成功話じゃないけどそういう話がもっと共有されることで制度を使うことへのハードルが下がったり、続けようって思える人が増えたりするんだろうなと思いました。この週の11月の11月末ってコードジーンの月間ランキングでは並行処理プログラミングの解説書が1位だったらしいんですよね。GitHub コーパイロットの効果測定レポートとか .NET 9のリリースとかもあって、技術系のアップデートが集中してた時期でもあったみたいで、というわけで2024年11月25日から12月1日のタイムラインを振り返りました。アートが半分近く、しかもジャンルが本当にバラバラで、ジェネラティブアートから手書きイラストまで全部が同じタイムラインに流れてくるのが面白いですよね。技術系もサーバーレス構成からキャリア論、GDPR まで話題の幅が広くて、ゲームの特許の話とか娯楽に見えてその裏に緻密な設計があるっていうのはアートの話とも通じる気がしましたよ。夜は短し歩けよ乙女のコラボイラストとか、ウォンバット親子とか、年末が近づく11月のタイムラインに流れてくる穏やかな投稿が個人的にお気に入りでした。2020年が 90% 完了したっていうボット、あれが今回の雰囲気を一言で言い表してたかもしれないですね。あと少しで終わる年をいいね履歴の断片から辿った感じで。中段間ラジオ、聞いてくださりありがとうございました。サピョムでした。ゴリラでした。またね。